いいな。うん。はい。皆さん、こんにちは。こんにちこんは。にちは。本日、家具が揃いまして、ルームツアーをこれからしていきたいと思います。はい。そう。結構、家具自体いろいろもう新しくガラッと変えて。ガラッと変えたので、まあ一つずつ何を買っていったのかと、まあ部屋の雰囲気を、見ていただこうと思います。はい。ちなみに、こちらが新居の間取り図です。お部屋は 3LDK、62.59 平米。バルコニーは 9.94 平米でございます。それでは、ルームツアーをお楽しみください。それではまず玄関の方から行きたいと思います。はい。はい。はい、それではまず玄関から行きたいと思います。玄関入って左手に下駄箱があります。普通ですかなこれ。自分たちあんまり靴とかはそんなに持ってないんで、で、ここにね、インターネットやつがあって、ここにルーター置けるよって言われて置いてます。はい。で、傘と、傘。でもこれ多分使い方間違ってるけど。そう。これもともとなんだろうね。エスベラとか。エスベラとかなんかかけるやつだけど、うん。今、鍵をかけるとかはないんで。とりあえず、はいここに鍵をはい。入れてかけてます。こんな感じ。そうね。ちょっと傘がいっぱいありすぎて。玄関がこんな感じで、はい、リビングはこんな感じです。今回の家具は大体もうウニコさんの家具で捉えております。このライトもね。このライトも、うん。ちょっとグリーンなのかうんうん。な、グリーンで、これもウニコさんで、そう。今度隠すやつうん。のもウニコさんで買う。うんうん。テーブルがソルク、そう、ソルクっていう、テーブルの160センチ。 160センチのうん。テーブルを買って、うん。で、一瞬ちょっと名前忘れちゃったわ。なんだっけ、ちょっと難しいんよ。そいろんな種類あるけどね。う。そうそうそう。そうそう。でもアイアンの、こちらもアイアンで。うん。はい。で、今回あれだよね。前のテーブルセットがさ、ちょっと低かったりとか、あと、幅がちょっと1200でちっちゃくて、ちょっと物足りなかったから、今回は1600にしました。はい。それでそれで一応、向かいの方には、そうだね。ベンチ、うん。このソルクのテーブルと同じ、そのソルクシリーズのベンチうん。をこちらうん。購入して、はい。はい、ちょっと隠しております。はい。今はね。このソルクのさ、テーブル下に、ちょっと、あ、そうそうそう、ちょっとね、結構テーブルの上を置くのが多かったんで、うんうん。それを隠せるようにここに物を置ける場所がはいちゃんとあります。はい、そしてこちら、はい。カップボードはい。が、トーブっていう、うん。シリーズうん。のカップボードになりまして、うんうん。自分が結構食器にうんうん。ちょっとハマってしまい、うん。あ、またしまい。ハマってしまったので、うん。まあ、それを飾れるように、そうそう。今、仮だけどね。そう仮なんですけど、そうそうこんな感じでちょっととりあえず今置けるものはちょっと置いてうん。置いてます。はい。はい。で、この今、こちらはですね、こちらも頭部。同じシリーズで。買ったいきさつが、ケンちゃんの、この、お骨をとりあえず置き場所っていうので、とりあえず買っちゃった。普通のサイズが良かったよね、これね。そうそうそう。お骨置いて、お花置いて、ね。結構色味的に揃えたかったんで、その後にこれを、こっちの方に、カップボード買ったんですよ。ね、なんか、ウニコさんってシミュレーターみたいなのがあって、ここの部屋の図面をお渡しして作ってたんですけど、お店の方からは、もうこっちのテーブルと同じソビーで、のシリーズでやった方がいいかも、みたいなの言われてたけど、もうこれを買っちゃってるんだったら、そっちで合わせた方がいいかもね、言ってくださってね。これにしました。こっちはこのまま、ね。植物、今とりあえず植物を置くとこ今迷ってるので、とりあえず置いてる感じなんですけど。前回使ってたものをそのまま置いてます。で、テレビボードもこれソルクと一緒。ソルクシリーズのテレビボードを置いてます。はい。で、このソファーがさ、本当メインだよね、でも。
そう、ソファーはもう一番最初にさ、目をつけたあ、そうそうそのがこのソファーうね、アルベロっていうソファーこの色もね、ダークグリーンっていうのかな、分からんけどねが一番最初について、じゃあこれにするってね、で最初はなんか僕が2シーターでいいやんって言ってたけどね、結局なんかいや3シーターじゃないと絶対後々なんかね狭い。多分2シーター結構狭いんだよ。これ2つ分ってことでしょ。このサイズでよかったよね。そうだね。ね、座り心地もすごく良くて、硬めが好きなんだもん私ね。柔らかい人にとってはちょっとね、お尻あ、そうだね。かもしれないけど、自分たちは硬さがね、こういいかな。じゃあサイドテーブルはこれ何だったっけ？忘れたけど、なんかウニコさんでシミュレーションしてもらった時は、また違うサイドテーブルが置いてあったよね。あ、そうそうそう。ちょっとなんかガラスの棚のやつだった。棚だったけど、なんかシンプルなパターンのものが好みだったんで、そう。こちらを購入しました。あ、これね、ホクストンってやつ。ホクストンのサイドテーブル。名前がいろいろかっこいいね。はい。なのでこちら購入しました。はい。で結構なんだろう、そのソルフシリーズと色味がね、ここ斜めであってて、アルベロのその木の木目のところは結構濃いめと色が暗めなんで、なんかこう X だよね。クロスして踊ってるのこのね、されるような感じで、色味がねちょっと合う感じ。なので一応ウニコさんの店員さんにね、相談して、あ、これならいいんじゃないですかねっていう感じで決定したって感じですね。そうね。はい。でリビングはこんな感じです。はい。じゃあこちらがキッチンです。はい。キッチンはこっちもウニコさんどこか。その真ん中の棚。これもソビーだよね。これはソビーじゃない、ソビーだよね。こちらがウニコさんのソビーシリーズのキッチンボードです。そう、最初はさ違うやつを検討してたんですけど、マンションの確認会があった時にサイズを測ったら入らんやんってなってもともと決めてたニールっていうシリーズで120だったっけ、120センチでもともと買おうと思ってたんですけど入らないっていうことに気づいて、でそれで急遽ウニコさんで相談してね。そしたら80センチ。あ、そうそう、ソビーの80センチのキッチンボードを提案してもらって、これならいいなっていう。結局色味もソルフテーブルと合う感じだったので、結果的に良かったよね。あ、そうだね。ただあれだよね、これにしたことによって収納が減っちゃったから、さっきの頭部のカップボードを追加購入することになりましたっていう。なりました。で、その隣のこちらがゴミ箱。そうそう、ね、この前の動画でさ、僕たちが組み立てて、ね、引っ越しのね動画で組み立ててたのがこのゴミ箱ですね。で、これもちょうどよく30センチぐらいかな。そうだね、30センチぐらいで、そうで縦に4つ穴が開いてるんで、そうでただね、この引っ越してきたさ地域だとさ、分別が4つじゃダメだから、一番上にまとめて缶とか瓶とか燃えないゴミっていうのを入れて、後で捨てるときにここは分別。そうそう、分別してちゃんと捨てるっていう風にしてます。ですね。ね。こっちも横にプラスチック、ペットボトルみたいな感じでね。そう。これはもう普通にこんな感じだった。ちょどんな感じになるかなっていう。そうね。そう、でもこれ意外と高いよね。その高いじゃなくて値段。値段ね。もういいお値段するんで、長く使うものだからちょっと妥協はせずみたいなところでネットで探して買いました。はい。で、冷蔵庫は前の。そうだね。
前使ってたまま持ってきた感じで、ほんとちょうどよくね、すっぽり入った感じですね。そうね。こちらが、以前使っていたまま、そのまんま山崎実業と、ニトリで、購入したキッチン用品でまとめております。そう、もうさらっと。そう。あと水回りはあれだよね。シンクがさ、前と比べたら 1.5 倍ぐらい、そうなったけど、なんか前はさ、上に水切りがあったんですけど、なくなっちゃったんで、こちらも山崎実業で購入した水切りか。ね。でもこれ結構ね、丸めれるし、コンパクトにできるんで、ね。あとシリコンのとこもね、結構役に立つよね。そう、ここに包丁とかね、危ない。こことか包丁入れると危ないんで、ここにね、こうしたりとか、っていう感じです。はい。で、ここがお風呂と、なんだっけ、洗面所。洗面所です。はい。はい。で、だいぶね、前と比べたら横が広くなったし、ね、この三面鏡ですけど、中にいろいろしまえるので、ここにとりあえずなんかストック系をダダッとストック系をこう入れてたりとか、ストック系入れてて、よく使うやつはこの大きいとこだよね。そうだね。ね、歯ブラシとか、洗顔とかね、こういうのなんか汚いけど。最近思ったんですけど、多分みんなこれ使ってんのかな。こうやってしたらさ、一応なんかこうあれだよね、横も確認できるって。そうだね。こうやって確認できるやんと思って、なんか三面鏡も便利だなって思いました。初めて使ったけど、便利だったね。そうそう。で、こっちが前と一緒そのままの。はい。これさ、ギリギリだったよね。そう。洗濯機ギリギリだったね。そう。いつも回すときはこの上に何も数やってるんですけど、やっぱ上に棚がないと、ちょっと不便だなって。でちょっと棚を今、また取り付けようかなと思ってます。で、こちらがお風呂なんですけど、さっきちょっと掃除してて、ね、ちょっと乾燥させてるんですけど、浴槽がだいぶ広くね、前より広くなってこんな感じです。で、なるべくなんか中にいろいろ物置きたくないんで、必要最低限のシャンプーとかボディーソープとか、そういうものを置いてるって感じ。そうね。です。結構やっぱ広くなったし、居心地もいいから長風呂しちゃう。そうね。あとこれお気に入り。これ掃除とかするときに履くんですけど、無印さんのお風呂用の靴みたいなのが、ね、買ったね。そう、これすごいいいです。安いし。この曇りガラスも掃除しやすくて、すごくいいよね。っていうのがお風呂。ただちょっとね、このスペースがちょっと狭かったね。ちょっと狭いので、結局洗濯物、脱いだものは外に出しちゃってるっていうのが現実。これはおいおいちょっとね。改善したいなと。棚作ったりとかしたりとかね。そうだね。さっきちなみに洗いっぱなしでちょっと完了した洗濯があるんでね、後ですぐ干そうかな。水回り以上です。トイレはこちらになります。あとベッドルームの隣なんですけどね。でトイレ今下にね、ちょっとドラセナ、前にトイレ置いてたドラセナちゃんがいるんですけどちょっと置き場にね、あそこ乗らなかったから、なのでちょっととりあえず下に置いてますけど、これもね、今後ちょっと考えようかなって。してます。で、マー君の憧れの憧れって違うんですね。ちなみにこれトイレに置いてる理由は、トイレって絶対朝起きたり行くじゃないですか。絶対目にするから、ここに置いてる。いいねは言葉にしよう。そうやで。言えよとか言って。だって言っちゃう。あとは手洗い場がね。今回から手洗い場がついて。独立型みたいになってて、ちょっと当は掃除する場所が増えたって言ってるんですけど、僕的にはタンクレスになって、タンクがあるとさ、水流れとかじゃん。あそこほこりたまるのがすごい嫌だ。掃除してもっていうか、掃除ちょっと忘れちゃうじゃん。でもこれだと掃除忘れないから、よろしく。です。
次、僕の部屋なんですけど、はい。はいまずね、このユリアのスペース、これ、今こんなちっちゃいんですけど、実はこれ4倍の広さのやつを最初買ってて、っていうのも、ケンシロウがいろいろ歩き回って頭ぶつけるのがちょっとかわいそうだなと思ってたんで、お出かけするときはこの中に入れようと思って買ったんですけど、ね、ケンちゃんがちょっとなくなっちゃったんで、ね、そう、で、ユリアだけ入れることになるので、4分の1、はい、このちっちゃいのと、ここに Google の Nest カメラっていうのをそうつけてて、出かけるときは、まあ、いつも確認できるように。で、僕たちが、2人とも出かけたら、位置情報で、これの通知がオンになって、ユリアが動くたびに、動いたり超えたりするたびに、僕たちに通知が来るっていう、感じです。で、あとここが僕の在宅スペースとなっておりまして、ちょっと下汚いんでお見せできないんですけど、はい、一旦なんか、ここでお仕事をしてます。で、この椅子が結構お気に入りで、僕用のイングっていう椅子を使ってて、バランスボールみたいな感じなので、腰に負担をかけにくいっていう、なるほど、椅子を使ってます。はい。あと今日届いたばっかりの、ね、このミントグリーンのてかもう、基本的にグリーンそう、基本的にちょっともうね、変人、緑好きの人って変人って言うじゃん。そう。まあいいけど。そうそう。まだちょっと今日届いたばっかなんで、こう並べるものはこれからちょっと調整するんですけど、で、あとおすすめのやつで、ちょっと下のこの、植物置いてる下のこのボード、山崎実業さんのこういう掃除の時とかって感じの植物を動かすの、結構めんどくさいと思うんですけど、これだと動かせるんで、そうね、コロコロがついてね。そう、おすすめっていうのと、あとはここがね、ちょっと広いスペースを確保実はしてて、朝トレーニングとか、そうだね、ちょっとした運動とかするんですけど、このためにちょっと広めにとってます。僕もここでちょっと柔軟してますね。朝さ、なんか最近急にラジオ体操を始めてそう、ラジオ体操ここでねちょっとやらせてもらってます。はい、まあこんな感じです。はい、この部屋。はい、それではこちらが僕のお部屋です。はい、いきまーす。はい、こちらどうぞ。はい、こちらが僕のお部屋で、書道をしているので、ほとんど書道部屋ですね。テーブルは前の家で使っていたちょっと低めのテーブルなんですけど、椅子の上に座布団を置いて、この上に正座して書いている、前もそうだったんで同じスタイルでちょっと正座して書こうかなっていう感じです。下敷き引いて、でいつでも書けるようにしてますね。あれがさ、唯一さ、文子さんではない牢屋っていう、あとインテリアのサイトで、あそこのスペースにちょうど入る20センチの棚を購入して、ここに入れました。まだそんなに入れてはいないんですけど、これからね、ね、まだ今そう。ちなみにさ、ちょっとイチャモンなんだけどさ、この部屋さ、最初全然片付けなくて、結局僕が荷ほどきしたっていうね。ありがとうは今これルームツアーなんですよ今これルームツアーなんですよありがとうございました何それで、一応作品を飾ってますね。はい、一応このラグラグはウニコさんで購入したラグですね。種類は2種類かな。悩んだよね。そう、1種類やっぱ決めたらいいなと思ってたのがあって、で店員さんがこっちを勧めてくれて、こっちの方がいいってすぐ決まって。そう、最初からこれね提案してくれたんだけどね。本当はなんかリビングの方で勧めてくれたんですけど、僕はあっちはタイルカーペット引いたんで、使わずね。使わずで僕のお部屋でちょっと使わせてもらうことにして購入しました。はい、以上です。はい。で、続いてこちらがベッドルームで、やっとそうだよね。前は前のうちの時はベッドがでベッドの隣に
僕のさっきのデスクを置いて、あ、そうだったね。そう、そこで仕事してたんで、横にベッドがあって、すぐゴロッとしたくなる気持ちを抑えてたんですけど、今回やっと寝るだけの部屋にね、なりましたね。そう。あそこのね、ちょっと長方形じゃないんですけど、なんかそこだけドボってなってる。関係上ね、なってるんですけど、ベッドがシンデレラフィットした。そうだね、ちょうどいいね。北枕がいいって言ってたんで、ほんとちょうどよかったね。そうそう。この頭の向きがちょうど北の位置なんで、ね、そう、よかったね。っていうのと、あとウォークインクローゼットがこの部屋はついているんで、ちょっとあんまり綺麗じゃないかな。今ちょっと、とりあえず詰め込んだって感じだね。そう。ね、ちょっとクリーニングのやつもそのまま。はい。ね。左が塔で、右が僕の服を置いている感じですね。はい。です。一応この小さいテーブルは、無印のこの字。なんかちょっと下に見えてるコンセントどうにか隠したいんで。今後ね。夜はケンちゃんのお骨をこっちにね。一応みんなで寝るみたいな。そうそう、一応みんなで寝るためにここにケンちゃんのお骨を置いて、みんなで寝てます。はい。ね、だと実はカーテンも全部ウニコさんで、ちょっとオーダーメイドのやつ、サイズのオーダーメイドして、ちょっと買うことにして、ここは、なんか方角的に塔が、そう、西南の位置になるのかな、寝室は。なので西南の位置はなんか土とかやっぱちょっと黄色っぽいものがいいんで、それでこだわって黄色でね、そうちょっとカーテン黄色にして、こっちがちょっとなんかシルクっぽいやつで、で塔の部屋も塔の部屋も黄色なんですけど、ちょっとこっちはリネンっぽいやつ、そうこの部屋はちょっとね素材的にリネンの、薄手っぽい感じかな。そう、なんかね、あとここの窓が全部サイズが違ったんですよ。なんかそれもあってやっぱオーダーメイドのサイズにした方がいいんじゃないかってのでしてます。で黄色なんですけど、横にちょっと青いというか緑っぽいラインが入ってるタイプの、そう。これと同じ素材がさっきのリビングでも使われて、こっちが塔の部屋と同じ素材のね、ここの窓と僕の部屋の窓が同じようにこう見えるんで、同じやつにした方がいいですよって話で、同じ色のもの。はい。で、なんか実はね、でもこのさ、素材さ、ベッドルームと本当は同じものを私は選んでたんですけど、最終チェックの時になんか種類が変わってることに気づかず、そのままこれで OK です届いた時に、あれ違うあれこれじゃなかったよね。そうでそうでもまあ結果的に良かったね。ね、あと形相変えてたけどさ、なんかと思ったけど、でもなんか色味もベージュで、まあ、薄手でもね全然問題なかったね。そうはいっていう感じです。そうね、なんでそんなに広い家ではないですけど、もともと私たちが住んでたマンションからは結構広くなって、俺たちもね、満足で2人だしね、2人とかまあね、ユリもいて、私もおるでってめちゃくちゃゆりちゃんもねで、だからそんなね広さは別に求めてなかったよね。 2LDK でもよかったけど、3L でよかったよね。なんかね、あんた自分の部屋全然使ってないけどねこれからね。なんか個人的には自分の部屋全部緑にできたらちょっと変だけどね、子供部屋みたいな。そう、子供部屋みたいになってますけどそう、でもなんかここら辺から見るこの謎の緑の空間結構お気に入り。そう、ちなみにこのね、下のタイルカーペット全部自分たちでニトリで買って、この何ですか、調整したんだよね。その前の子たちが泣きながらケンちゃんの報告をした後に目からじゃない体からの涙を流しながら貼りね。そうで、なんか基本的にはなんかこう木目調とベージュっぽいものと、あと緑色っていうのがなんかキーカラーに なってる感じかなね。なんかなんだろう、オーダーメイドではないんで、なんか決まったところにをどううまく使うかみたいな感じなんですけど、うちは
うまくというか、なんかいろんな人の力を借りて、なんとか。あ、そうそう、本当でも一番はさ、あれだよね、ウニコさんのさ、めちゃくちゃいいスタッフの方と出会えて、で、なんか、僕たちが決められないところは、こうしたらどうですかって提案くれたりとかして、ね、できたんで、もう本当に、なんだろう、めっちゃ、ウニコさん推しになってますけど。そうでもよかったね。ね。自分たちはウニコさんで決めてよかったなって。そうそう。で、そもそもあれだよね、ウニコさんの家具を、で揃えるみたいなのもちょっと夢として、夢というかなんか目標としてあったんで、今回の引っ越しのタイミングでこうやって揃えられたのは、僕たちのなんかこうテンションも上がったし、ね。憧れのウニコさんで、そう。大体揃えられてよかったね。そう。ちなみにあれだ、説明しました。ここ閉めれるんよね。そうそう。一応ここはマーが在学で、そうそう。ちょっと集中したいときはこう決められます。ここがね。よくあるやつだけど。あるけど。そう。とりあえず今はこれで落ち着いた感じかな。そうだね。バルコニーは約10平米と少し広め。奥に段ボールを置いておりますが、今後は家庭菜園なども挑戦してみようかなと考えております。はい。はい。こんな感じで。そうですね。はい。じゃあ以上がですね、うちの我が家の新しい新居の、ルームツアーでした。はい。はい。なんだろう、なんかすごい飛び抜けてわけではないんですけど、なんかこういう空間に住めることが、自分たちでね、マンションを買うっていうのも、そう、もう考えたことなかったもん、私。本当はね、もう去年はじゃあ2、3年前くらいから急にね、付き合ってなんか何年か経ってこういう形になったんですけど、ね、こういう風になんかマンションを変えてよかったね。よかった。本当。ね、自己満みたいなんですけど、こんな感じで完成ね。とりあえず完成という感じです。しましたので皆さんにご報告っていうルームツアーでもあるよ。以上です。そうそう。なのでまたこれからも応援してくださると嬉しいです。嬉しいです。あとあれだ、こういう動画も見てみたいとか、そういうリクエストとかもあったら、僕たちだけでねちょっと考えると一方的なやつになっちゃうから、ちょっと皆さんにこれはお願いですけど、こういうの見てみたいとかあれば、ぜひ動画のリクエストみたいな、なんか動画のアイディアとか、これ見てみたいとかもしもあれば、コメント欄でも残していただけると嬉しいです。嬉しいです。はい、お願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。お会いいたしましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちなみにまだチャンネル登録されてない方いらっしゃったらぜひ、チャンネル登録もお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今週のゆりけん。ペロペロ。